皆さんこんにちは、宮城です。今日のテーマはですね、大慶直胤の孫、庄司勝也直秀、孫会っていう感じですけどもね、非常にたくさん見て楽しいところがあるという刀でございます。今日はですね、大きく分けて4つの項目でやっていきたいと思います。まずはですね、この華やかな、刃文、刀身ですね。それから、彫り物、梵字、そして3つ目は、こしらえ。そして4つ目は、さえ書き。ということで、今日はやっていきたいと思います。では早速どうぞ行きましょう。直秀は、江戸時代後期の武蔵の刀工、天保4年、1833年生まれ、名工、大慶直胤の孫で、次郎太郎直勝の次男。江戸下谷に住み、後に伊勢の国、図版工として活躍。明治38年に73歳で没するまで、父の直勝に似た優れた作品を残しました。はい、じゃあ能書きはもうここまでで、早速実物で楽しんでいきましょう。非常に長寸なんですね。80センチ以上の長い、刀ではあるんですけれども、それ以上にですね、長さもさることながら、それ以上に刀身の出来が素晴らしいんですよね。まずは刃文でございますね。刃文は具の目なんですけれども、こういったですね、やや波打つような、大阪神道であるような涛乱場に似たような雰囲気を感じる、この鮮やかな華々しい刃文でございますね。波が押し寄せてですね、白波が砕けるような、そういった華々しさを彷彿とさせる刃文でございますね。非常に素晴らしいです。切っ先の方もですね、さざ波が押し寄せるような感じで、本当に波をイメージして、海をですね、イメージして打ったのではないかなというくらいに、私は感じてしまいます。いかがでしょうか。この直秀のですね、おじいさんにあたる直胤も、そういった涛乱場に挑戦して、何振りか作品が残っておりますから、もしかしたらそういったものをイメージして、この直秀、が打ったのかもしれませんね。いやいや、本当に美しいですね。そして、地金の方ですね。これもなかなか見応えがあるんですね。その江戸後期の、新進刀らしい、積んだ地金ですね。非常に目が細かい地金なんですけれども、その細かい中にもですね、こういった大きい木目ですね。これが出てるんですね。これはですね、もちろんたまたまここが緩んで粗くなってしまったというわけではなくですね、意図的にですね、このような大きな木を出しているんですね。素晴らしい技量ですよね。この刀が打たれた慶応2年というのはですね、もう江戸時代も最末期、あと2年後には明治時代に入るという時代でございます。それでもですね、この武士の世が終わっても、日本刀はまだまだ終わらないんだぞという、直秀の気概を感じるような一振りというふうに言えるんではないでしょうか。大変素晴らしい傑作と言えると思いますね。これだけ物が良ければですね、写真でも十分に、良さが伝わると思うんですけども、ぜひぜひ手に持って見ていただきたいなというふうに思う一振りでございます。そしてですね、この美しい刀身には彫り物が彫られているんですね。表裏にそれぞれ違うものが入っております。これについてちょっとお話ししていきましょう。いずれもですね、仏教的な意味がある彫り物でございます。まずこれは一番よく見る彫り物かもしれません。須剣でございますね。不動無用が持っている剣を、簡素化して彫ったものがこの須剣ですね。シンプルなんですけれども、非常にそれだけごまかしが効かないという点でですね、なかなか奥深くて、
彫り物は透剣に始まり透剣に終わるなんていうふうにも言われることがあるんですね。それでですね、4つ入っているのが梵字でございますね。古代インドのですね、サンスクリット語を表す文字でございます。この一文字一文字にそれぞれ、仏教の神様を表す意味があるんですね。仏教の神様っていうのは言葉として合ってるのか分かんないですけど、ですね、それぞれ、不動明王、それから文殊菩薩、大日如来、そして、静止菩薩を表す文字になっております。このですね、不動明王とそれから、大日如来については、結構よくある梵字というかポピュラーな感じでですね、たびたび拝見することがあるんですけれども、でこれが文殊菩薩なのかどうかちょっと自信がないんですけれども、梵字の書き方もいろいろとあるようですね。比較的、見かけない部類の梵字のような気がします。私もですね、彫り物の中では結構凡字って好きで、地金の鑑賞を妨げませんしね、それから、それほど信心深くはないんですけども、ちょっと中二病っぽくてかっこいいじゃないですか。結構これは好きで、いい彫り物だというふうに、個人的にも感じております。刀身の魅力はまだまだ語り尽くせませんけれども、この刀にはこしらえがあるんですね。ちょっとこれについても触れていきたいというふうに思います。これも鑑定書がついていてですね、非常にどれもいいものなんですけれども、今回はちょっとこの鞘ですね、これについて触れていきたいと思います。青貝みじん塗り鞘と言われるものですね。鑑定書にもそういうふうに書いてありますね。青貝と言いつつ、これはかなり金に見えますけど、これも青貝みじん塗りなんですね。青貝というのはですね、アワビの貝ですね、それを砕いて、その青い部分をですね、こう集めて、砕いて散りばめたものをこうやって巻くとですね、このようなキラキラとした、塗りになるんですけども、非常に、手が込んでいて素晴らしいものですよね。ですね、一般的な青材の鞘というと、こういった感じでですね、もちろん青いんですけれども、この鞘に関しては金色、ちょっと金っぽく見えたり、青い部分もあるという感じですね。なかなか珍しい部類だと思いますね。いずれにしても非常に手の込んだ作りでございますね。金具もですね、こういった虎の図で揃えていて、目抜きもこうやって出し目抜きだったりとかしてですね、ところどころこう凝った作りなんですよね。鞘も普通の青貝ではなくてちょっと変わった色合い、目抜きも出し目抜きにして、この辺がなんともこの所有者のこだわりを感じるところで、大変いいこしらえでございますね。そして白鞘には鞘書きがあるんですね。これは鑑定家の先生がお書きになるものですね。で、書いた先生がですね、その偽物と判断すればもちろんこのようなものは書きませんから、ある意味ではこの鞘書き自体が鑑定そのものでもあり、本物の証拠というふうにも言えると思います。もちろんですね、鞘書きが偽物というパターンもあるんですけれども、これは間違いないですよね。大変素晴らしい鞘書きですね。で、今回の鞘書きはですね、本阿弥日秀先生の鞘書きですね。本阿弥日秀は研ぎ師、鑑定家として知られ、文部省の依頼で神社仏閣像の国宝、重要美術品の刀剣研磨に従事、重要無形文化財保持者、人間国宝にも認定されました。こういったですね、鞘書きがあると一気にこう名刀の雰囲気というのが出てきますよね。で、この鞘書きの中にですね、日秀先生をして、佳作なりというふうに、書かれているんですね。まさに日秀先生の、
書き記された通り大慶直胤が孫、直秀の傑作であるというふうに言えると思います。はい、ということでですね、直秀の名作、傑作のですね、魅力の一端を味わっていただけたかなというふうに思います。本当は大慶直胤用意したいんですけれども、孫で精一杯というところでちょっと、孫会って感じなんですけども、刀自体はですね、大変いいものなので、楽しんでいただけたんではないかなというふうに思います。それではですね、今日もご視聴ありがとうございました。